はい、サング。今日は、みんなで歯磨きしますかじゃなくて、これが最強なんですよね。製品でも、使えるっていう、製品口ないから歯磨けねえよって感じなんですけど、これなんと茶こ消しになるというね、超一石二鳥なんですよ。今からその使い方教えてきます。みんな大好き100均歯磨きで茶こ消し、製品でも使用できるレベルという感じで、何がすごいかっていうと、まず茶こ消しの服にこうよく今日いっぱい用意してみたんですけど、ウール、シルク、ナイロンとここら辺2つはテロテロ系なんで消しづらいやつですね。ウールとかコットンは比較的消しやすいかなと思うんですけど、そういうのに、どんぐらい通用するかっていうのをちょっとやっていこうと思います。でまず先ほども言ったんですけど、これ何がすごいかっていうと、茶子はついたら100均でも前紹介したみたいに、前も100均で紹介したんですけど、これもダイソーで売ってるんですけど、これでこの極細も毛が細いので茶子の粉粒子を取ってあげるっていう感じで、これ大活躍、意外と好評で紹介したんですけど、これだと製品洋服形になっちゃうと奥の方消しづらいですよね。例えばこういうジャケットあって、例えば細い袖口、今ここ袖口の部分なんですけど、これ潜って、これの例えばこのスリットみたいな空きがあるんですけど、こういうとこに印例えば打ってったとして、結構でかいからこう潜って消しづらかったりするんですよ。レディースなんてもっと細いから、消しづらい。そういう時にこれをこうね落とせるという。しかもこれも柔らかいんですよ。で全く同じの買う必要ないんですけど、選ぶポイントとしては毛が細かくて柔らかい、これと一緒ですよね。これも極細の毛で、細かいでなおかつ柔らかいんで、生地も傷つけることがないと。ここが今折り伏せ縫い、これロックミシンか。そうロックミシンとか、この毛が硬いとロックミシンをこう引っ張ってって、極端な話わざと引っ掛けますけど、こういう風になっちゃうんですよね。から毛がなるべく柔らかい方がいいと。なおかつ細かいと茶子の粉だけを落とせるからいいですね。でこれで消えないことがあるんですよ、この毛の力だけでは。そういう時にどうしてるかっていうと、意外と消しゴムですね。はーって感じなんですけど、またここでもう一個出てきましたね。意外と、消しゴムとか、こういう消しゴム、どういうのでもいいんですけど、そういうので意外と消えない印をガーって消したりします。生地を印のとこ、そしたら意外と消えます。カスはちゃんと取るんですけど、意外とそんなことしてやってるんですけど、それだとこの時点2つ持たなきゃいけないからあれなんですけど、これちょっと消耗品なんですけど、ここ消しゴムみたいになってるんですよ。そこがまたいいとこなんですよ。なんでどうしても消えないのとか、極端な例ここに書いたとして、こうやると消しゴム代わりになるんですよね。こうゴムだから削れるけど、ほらこうやってカスが、こういう風に茶子消すことができると。じゃあまずやってみますか。一番消えそうなウールからいきます。基本的にあんま黄色は使わないんで白でいきます。で水茶子つって、この茶子をちょっと先っちょを濡らしてこうやって印すると、それがちょっと溶けて消えづらくなると。で大体みんなチャコペルっていうのを使ってますね。これクローバーなんですけど、チャコペルっていうのが多分商標なのかな、この R のレジスターマークついてるから。なんでみんなどこもチャコペルっていうのを使ってます。で水茶子っていうのも、次に教えようと思います。印付けのやり方、何があるかっていうのも別の動画で紹介していこうと思います。水茶子も一応用意しました。じゃあやっていきますか。まず単純に普通の茶子いきます。こっち側こう印してきます。
見えるかな。はい、これつきましたね。でまあそのまま消さないで売るのあれなんで、消せるか。はい、やってきます。はい、よく消えとるね。これはどうですか。ほらもうなくなったでしょ。でこれが柔らかい毛でこうグボソでこのようにきれいに消すことができます。はい、じゃあ次難しそうなシルク。これはまだ全然シーズンじゃないですけど、シルクのアロハシャツですね。もう同じような位置にやってみますか。だいたいアロハシャツも、これはスリットないな、適当に脇の方に、だいたいロックミシンなんで、じゃあここら辺何箇所かやってきますか。ほらこれは結構目立つよね。で消せるかどうか。はい、いきます。意外と消えちゃってるね。残念ながらというか、このケツを使うあれがないんで、わざと水茶粉っていうのをやってみます。水茶粉っていうのは水、僕の場合はこういらない布に水分湿らせて先っちょちょんちょんとやって、でそこをやると結構濃くつくんですよね。ほらチョークみたいな感じですよね。水に溶けた、固形みたいな感じになりますね。これ多分まだ乾いてないんで、その間に別のやろうと思います。もう一個はこれ、ナイロンパンツみたいな感じですね。ミリタリーっぽい感じの。これは結構多分普通でも消えづらいと思う。じゃあやってみましょうか。はい、じゃあ印つけてきます。さっきのが水分ついとるから水にならんように、まず普通の2箇所ぐらいいっとくか。でおまけに黄色もやってみますか。何箇所か。黄色は消えづらいんですよね。色付きは結構消えづらかったりするんで、そこ試してみますか。はい、ではいきます。意外と消えるね。よく見たらあるぐらいだけど、じゃあ微妙に消えてないんで、このお尻のあれを使ってみますか。はい、どうかな。消えるね。ほぼ消えてる。はい、どうでしょうか。ほぼないですね。もうこの当たりなのか印なのか正直分かんないから別の場所にすればよかった。逆にこれナイロンだけど裏がちょっとナイロンっぽくないから表にやりましょうか。この見えるところ。これ今白やってます。目立つね結構。で黄色もやっちゃいます。これ消えなかったら残念って感じなんですけど、はい、このように。じゃあ消していきます。まずブラシで消します。ある程度は消えるんですよね。このように。ほぼって感じですね。でこれがたまに見える位置に残ったらみっともないし良くないですよね。これ表に残る事例としては、ちょうどいい見本があったんですが、こういうパッチポケットですね。外側に叩きつけるポッケをパッチポケットって言うんですけど、そういうのの時にこういう角の、僕の場合なんですけど 2mm 中とかにこう印してあるんですよ。それがつける時にずれてたまに見えたり見えるかぐらいになったりする時があるんですよ。でそういう時に表に印残ったりしますね。他もいろんな人のいろんな印の付け方があるんで、その印がずれた時にそういう風に見えたりすることがあるんで、それを消えるかっていう感じで、今ここにまだ残ってますね。をこのお尻の消しゴムのようなあれで消すとやってきます。いけますね。カスみたいなのが消しゴムなんで出ると。消しゴムじゃないですけどね。でほぼ分かんなくないですか。ほんのちょっとですね。遠くから見たらほぼ分かんない。でこれ着てるうちに消えるレベルなんで、もう遠くから見て分かんなかったらほぼ問題ないという感じで、はい、こんなところじゃないですか。でさっきのシルクの水茶粉乾いたか知れないんでちょっと見ていきましょう。はい、ここですね。もう思いっきり
ちょっとこの柄がややこしいんですけど、思いっきしもう固まったチョークみたいな感じで、これは消えるのかっていうね、まず歯磨きでいけるとこまでやってみます。水チャコはやっぱ手強いですね。ほぼあんまって感じですね。ちょっと薄くなったかなって感じなんで、これを後ろのケッシーでやってみましょう。はい。でこの消しゴムでロックの糸とかをブリってやるとほつれたりささくれたりするんで、どこまでいけるかなっていうのが正直な感じですね。お、これはすごいわ。ほら。でカス取らんといけんけど、ほぼ消えてますね。カスはこの先でブラシの先でどかせばいいか。ちょっとピンクのカスが目立つかなって感じだけど、ほらどうすか、なくないですかっていうね。これでこの細さで一石二鳥。どうですか。もうこれ自分しか多分分かんないんですけど、すごい柔らかいんですよね。この表紙のとこ見てもらっても、これダイソーなんですけど、先細毛って書いてあって、竹の歯ブラシ、しかもなんか黒だから印の白とかぶんなくて、なんか見やすいですよね。これめちゃくちゃおすすめです。しかも3本入っとるっていうね、お買い得。今日はこんな感じで製品にも使えるチャコ消し、これもう薬剤とか溶液使っとらんので、万が一たまにチャコ消しとかシュナーみたいなやつが入ってて、なんか匂いが残るとか、うるさいとこは行ってきたりするんですけど、そういう心配もないと。で100均だから1本30円ぐらいでこの一石二鳥の役ができるとしたらめちゃくちゃ良くないですか。はい、今日はこんなところで、みんな大好き100均、今日はチャコ消し、はい、ありがとうございました。